ボディ。この動画ではドット絵のキャラクターを 3D の背景に表示する方法を解説します。またこのジャンルの話で触れないわけにはいかないオクトパストラベラーを筆頭にした HD2D と呼ばれる表現手法の構成要素に関しても考察していきたいと思います。ダウンロード。解説は UE5.1.1 で行います。動画通りに進める方は概要欄のリンクから 2D ベーステンプレートデータをダウンロードして解凍したデータの Unreal 2D アクション 3DBGU プロジェクトをダブルクリックで開きます。テンプレート作成編から自作している方はクローン Unreal 2D アクション 3DBG を作成して起動します。 2D ゲームのテンプレートデータをもとに 3D の背景で動かしていきます。ベーシック。プロジェクトが開けたらまず 3D の背景を用意します。左上メニューファイル新規レベルを選択。ベーシックを選びます。太陽光のない 3D 空間を作る場合は空のレベルを選んでください。ベーシックを選ぶとライトの基本要素が揃った状態から始められるので今回はこちらを使います。ビューポート設定がパースペクティブライティングありなのを確認します。右上設定のエンジンの拡張機能設定がレトロ系の 2D ゲームの場合は低で良いという説明をしましたが 3D 表現を取り入れる場合は低だと光と影の表現がかなり省略されるため 3D ゲームでビジュアル面の作業をする場合はエピックであることを確認してください。確認が済んだら左上の保存ボタンを押します。マップズフォルダの中に L_3DBG と名前を付けて保存。次に左上メニュー編集プロジェクト設定を選択。マップ&モードを選びエディタのスタートアップマップとゲームのデフォルトマップを L3DBG に変更します。次にコンテンツブラウザのブループリンツフォルダの中 BP プレイヤー 2D を右クリック複製を選択。名前を BP プレイヤー 2D ベルトにします。このデータをレトロ 2D の挙動からベルトスクロール用に変更していきます。次に BP ゲームモード 2D を右クリック複製。名前を BP ゲームモード 2D ベルトにしダブルクリックで開きデフォルトポーンクラスに BP プレイヤー 2D ベルトをセットします。コンパイル保存して閉じます。ビューポートに戻りワールドセッティングのゲームモードオーバーライドを BP ゲームモード 2D ベルトにしてレベルを保存します。ワールドセッティングのタブがない方は左上メニューウィンドウからワールドセッティングを選ぶと表示されると思います。ここまでできたらビューポート上で右クリックアクターを配置の中のプレイヤースタートを選択。1の X と Y を0にします。試しにプレイをします。精神と時の部屋みたいになっていますがこれはカメラの設定が 2D 用なためなのでキャラクターのカメラ設定を変更します。ブループリンツフォルダの中の BP プレイヤー 2D ベルトをダブルクリックで開きます。左上コンポーネント欄でカメラを選択。右の詳細欄のカメラセッティングのプロジェクションモードを平行投影からパースペクティブにします。試しにプレイ。精神と時の部屋からは脱出できました。ここから 3D 用の設定をしていきます。影。スプライトの基本設定は影が落ちない設定になっているのでキャラクターの中のスプライトを選択。詳細欄でシャドウと検索。キャストシャドウにチェックを入れます。テストプレイをします。影っぽいものがありますが影の方向がいまいちなので光の方向を調整します。ビューポートにキャラクターのブループリントをドラッグし影の方向の目安にします。F キーを押すと選択中のものにフォーカスします。オルトキーを押しながらビューポートをドラッグして作業しやすいカメラの位置にします。キーボードのコントロールベルでメインのライトの方向を調整します。こういうショートカットもありますが少し操作感に癖があるので使いづらいと感じる方はディレクショナルライトを選択して回転モードで光の方向を設定します。画面と同じ状態にする場合は回転の値を X0、Y-45、Z-70 にします。
テストプレイをします。影の方向は一旦この状態を基本にします。確認用で置いたキャラクターは役目を終えたので削除します。マテリアル。次に地面を選択してオルトを押しながら上に矢印をドラッグして光を遮ります。位置の値は x-3000 y0 z1000 にしました。現状をプレイします。暗い場所と明るい場所でキャラクターの見た目に差がないと思います。スプライトの基本設定はスプライトが自己発光するマテリアルが指定してあるので、暗い場所でも明るい場所と同様の表示状態になります。暗い場所でキャラクターが暗くなるマテリアルを指定したいと思います。キャラクターの中のスプライトを選択。詳細欄のマテリアルのフォルダーに虫眼鏡のついたアイコンをクリックします。対象のマテリアルが格納されているフォルダが開くと思います。このペーパー 2D コンテンツフォルダの中にスプライト用に用意されたいくつかのマテリアルが入っています。今回の目的の光の影響を受けるマテリアルは基本マテリアルの隣のマスクドリットスプライトマテリアルになります。光の影響を受けないアンリットマテリアルと光の影響を受けるリットマテリアルという使い分けになります。こだわる段階ではマテリアルは自作することになりますが、自作する際にもこの辺りのマテリアルは参考になるので見ておいた方が良いです。今回はデフォルトで用意してあるこちらのマテリアルを使います。コンテンツブラウザー上でマスクドリットスプライトマテリアルを選択した状態でキャラクターのブループリントに戻り、マテリアルの矢印のついた小さいアイコンをクリック。選択しておいたマテリアルが指定されると思います。この状態でプレイをしてみます。暗いところでは暗く、明るいところでは明るく表示されるようになりました。今回開いたこのフォルダはデフォルトでは隠されていて、コンテンツブラウザの設定、エンジンのコンテンツを表示のチェックを外すと表示されなくなります。デフォルトでは非表示で、このエンジンコンテンツ内のデータは初心者のうちにいじるといろいろな不具合に遭遇する可能性があるので、特にこの中のデータの削除やリネームなどはしないように気をつけてください。今回はこのマテリアルを引っ張ってくるために開いただけなので、エンジンのコンテンツを表示のチェックを外してフォルダの階層の表示をデフォルトに戻しておきます。スプライトに影をつけ、ライトの影響を受けるマテリアルを設定することで基本的な 3D 用の環境設定はできているので、次は 3D の背景を作ってみます。背景が見やすくなるようにキャラクターの中のスプリングアームの長さを1000に、カメラが地面に近いのでソケットオフセットの Z の値を200にします。ラグの設定のイネーブルカメララグにチェックを入れ、カメララグスピードを1にしておきます。この状態から背景を作ります。メガスキャンズ。アンリアルエンジン5ではデフォルトでメガスキャンズというリアルで高品質な 3D データが無料で使えます。コンテンツの追加ボタンからクイクセルブリッジを選択し、クイクセルブリッジを立ち上げます。初めて起動した方は右上のアイコンをクリックし、プリファレンスを選んでライブラリーパスの中にダウンロードデータが保管されることになるので、デフォルトの C ドライブ以外に置きたい人はここを書き換えてください。プリファレンスの確認が済んだら右上のアイコンからサインイン、エピックのアカウントでサインインしてください。サインインができたら 3D アセッツを選択し、マウススクロールでどういうものがあるのか確認してみます。気に入ったものがあったらレベルのビューポートにドラッグします。カメラを寄ってみるとかなり高精細なのがわかると思います。このクオリティのものが無料でドラッグするだけで使い放題なので使わない手はないのですが、気をつける点として好き放題に並べるとデータ容量がゴリゴリ増えていくのと、見た目が豪華になっていくと処理負荷も高くなっていくので注意が必要です。こういうものも活用しつつ自分の作りたい独自の世界観を作っていくと良いと思います。せっかくなので今回はメガスキャンズだけで少し形にしてみたいと思います。検索でジャパニーズと打つと神社などの素材が出てくるので、この辺を使いながら少し並べてみます。メガスキャンズは公式のチュートリアルもたくさんあるので見ておくと良いのと、ユーザーのチュートリアルもたくさんあるので確認してみると良いと思います。オブジェクトをドラッグで読み込めるという以外に、丸い素材はマテリアルで地面や壁などボックスに当てるだけで見栄えが良くなるので賑やかしに便利です。
あと丸いマテリアルの中にグレーの玉の中央に画像があるものはデカールマテリアルといって、オブジェクトに対してシールのように貼り付けることができるものなので、少しアクセントが欲しい場所などに追加すると良いと思います。壁などのオブジェクトにコリジョンをつけたい場合は、右の詳細欄のスタティックメッシュのアイコンをダブルクリックで開いて、コリジョン、オートコンベックスコリジョン、右下にタブが増えるので、ハルカウントの値は一つの塊として数えられそうなら1で、複雑な形状をしていたらハルカウントとマックスハルの値を増やしていく感じにするといいと思います。適用を押すことで簡易的なコリジョンが設定されます。ざっくり組んでみました。デフォルトの機能だけでも割と面白いものができそうな気がします。奥行き。左右以外に手前や奥にも動きたくなった場合、このキャラクターデータでベルトスクロールの移動ができるようにしてみます。キャラクターデータを開きます。左のキャラクタームーブメントを選択。右の詳細欄でプレーンと検索。プレナームーブメントのコンストレイントゥプレーンのチェックを外します。ここの設定は Y 軸移動を絶対にさせないという設定なので、ここのチェックを外さないと何をやっても奥に移動できません。チェックを外したら関数アップデートアニメーションを開いて、ゲットベロシティが横移動だけの判定条件になっているのを一旦切って、右クリックから構造タイピンを再結合を選択。黄色ピンからレングスと検索。ベクターレングス XY を選びつなげます。 XY 軸の移動量を取得します。これで X 軸移動以外でも歩くアニメーションになりました。次にインプットフォルダの中のアクションズフォルダの中で右クリックから入力アクションを選択。名前を IA ムーブフォワードにします。ダブルクリックで開き、バリュータイプをアクシズ 1D フロートにします。保存をして閉じてインプットフォルダに戻り、 IMC2D アクションをダブルクリックで開きます。マッピングスのプラスを押し IA ムーブフォワードをセット。プラスを押して入力を2つセット。上のキーボードアイコンをクリックし W をセット。下のアイコンをクリックし S をセット。 W の中のモディファイアーズに追加をしネゲートを指定します。これで W がマイナスの値、S がプラスの値になります。保存をして閉じます。キャラクターのイベントグラフ上で右クリックから IA アンダーバーと検索。 IA ムーブフォワードを選び、アクションバリューからアド M と検索をし、アドムーブメントインプットを呼び出し、ワールドディレクションの Y の値に1と入れます。トリガードとつなげ試しにプレイします。 W と S で奥と手前に移動するようになりました。大人気。 HD2D の話をするにあたって説明用の背景素材をどうしようか悩みましたが、過去にベルトスクロールの説明で白ネジ屋さんのマップチップを 3D 空間に置いたものがあるので、それを活用しようと思います。動画通りに進める方はダウンロードのリンクからタイルマップの背景素材をダウンロードして、解凍したフォルダのタイルマップサンプルをアンリアル 2D アクション 3DBG のコンテントフォルダの中にコピーします。プロジェクトを起動後、タイルマップサンプルフォルダの中の PL タイルマップサンプルのレベルをダブルクリックで開きます。グレーの板が並んでいるので、ここに白ネジ屋さんの素材を当てたいと思います。白ネジ屋さんのサイトで素材、規約をよく読んだ後、マップチップダンジョン、氷のダンジョンを右クリック、名前をつけて保存。保存した画像をプロジェクトのタイルマップのアセッツの中、テクスチャーズフォルダの中の素材を右クリック、新しいファイルで再インポートを選択し、ダウンロードした画像を指定します。ワールドセッティングのゲームモードオーバーライドに BP ゲームモード 2D ベルトをセットします。この背景を使って解説したいと思います。タイルマップにもキャラクターと同様の自己発光しないマテリアルを当ててあるので、影などが落ちるようになっています。実際の HD2D は 3D で丁寧に作成されているので、今回の表現はなんちゃって表現ですが、要点の説明には使えると思います。
まず説明用にカメラを用意します。コンテンツの追加ボタンからシネマティック、シネカメラアクタをビューポートにドラッグ。カメラの位置を調整します。被写界深度のぼかし方の質問をもらっているので、これで説明したいと思います。通常のカメラだと被写界深度の調整がしづらいため、被写界深度の調整をしたい場合はシネカメラアクターを使います。このカメラは映像制作用にカスタマイズされたカメラで、現実のカメラを基準にパラメーターが用意されています。シネカメラアクターには平行投影などの設定はありませんが、 3D で絵作りにこだわるときはこちらのカメラを使った方が良い場合が多いです。このカメラを使ってジオラマ撮影のような大げさな被写界深度の効果を得るには、一つの方法論として実際にジオラマサイズで作り、実在するレンズの設定値で撮影するということもできなくはないと思いますが、あまり小さい空間は作業がしにくいため、今回おすすめする方法は現実にはない設定値にすることで大げさな被写界深度を設定します。確認しながら作業をするため、ビューポート設定のパースペクティブをシネカメラアクターに設定します。キーボードの G を押すことでアイコンなどの表示を非表示にします。右上アウトライナーでシネカメラアクターを選択。レンズ設定の項目の中、最小 f ストップの値を 0.1 にします。次にフォーカス設定の項目の中、マニュアル焦点距離の値の右のスポイトアイコンをクリック。ビューポート上の鳥のオブジェをクリックしてカメラからの距離を一旦指定します。次にカレントアパチャーの値を 0.1 にします。現実では存在しないレンズの数値ですが、被写界深度の設定例として参考にしてみてください。マニュアル焦点距離の値を変えるとピントの合う位置が調整できます。このカメラをキャラクターに設定する場合、キャラクターのブループリントを開いてスプリングアームの長さを2000にします。コンポーネントの追加ボタンからカメラと検索をし、シネカメラを追加します。古い方のカメラを削除し、シネカメラを選択した状態でレンズ設定最小 f ストップを 0.1、 フォーカス設定マニュアル焦点距離を2000、カレントアパチャーの値を 0.1 に設定します。コンパイル保存をしてプレイを押します。おそらく被写界深度をかけたいという要望はこういう要素なんじゃないかなと思います。あとは今回ポストプロセスをいじりながら確認した方が良さそうだった要素としては、オクトパストラベラーなどはブルームの値は高めなんじゃないかなと思います。このシーンでは5という数値を入れています。次にレンズフレアーズの強度にチェックを入れます。レンズフレアも雰囲気を出すのに重要な要素になっています。オクトパストラベラーはレンズフレアにこだわっているようなので、調整を頑張ってみるのもいいかもしれません。あとは大雑把ですが、カラーグレーディンググローバルのコントラストを 1.4 にしてあります。コントラストは少し上げた方が雰囲気が出る気がします。あった方がいいかなという点として、カメラを引いてみると、フォグは室内では効果が薄いですが屋外ではより重要になりそうなのと、漂う埃のようなものはあった方が空気感が出る気がします。このシーンでいじっているのはこれくらいです。小手先の方法論を紹介しましたが、一旦リアル表現のチュートリアルをこなした上でライティングやポストプロセスをいじることでより理想の表現に近づけやすくなると思います。またオクトパストラベラーやライブアライブなどは開発者の講演などもあり、こだわっている点などがいろいろと語られているので、そのあたりの情報のリンクをまとめたページを概要欄に貼っておくので確認してみることをお勧めします。両方か。作業工程的にベルトスクロール的な移動状態で説明しましたが、 HD2D のゲームは基本的に4方向の移動なので、4方向の移動データも扱ってみたいと思います。手順の説明は今回は省かせてもらって、できているものを読み込む方法を解説します。概要欄のダウンロードのリンクから追加ダウンロードのデータを解凍し、コンテントフォルダの中身を Unreal 2D アクション 3DBG のフォルダの中のコンテントフォルダの中にコピーします。プロジェクトの起動中に取り込んでも基本的には大丈夫ですが、一旦閉じた状態でデータを移す方がより安全です。データを移した後 TP スプライトフォルダが増えていると思うので、
その中の BP ベルト 4A が4方向に移動するキャラクターデータになっています。これをブループリンツフォルダの中の BP ゲームモード 2D ベルトのデフォルトポーンクラスに指定してプレイしてみます。左右以外に奥と手前の画像が指定されていると思います。標準機能で組む場合はこちらのデータを確認してみてください。複雑なことをし始めると徐々に PaperZD を使った方がメリットが大きくなってくるので、こういう表現がしたい人は PaperZD の使用を検討してみるのも良いと思います。基本操作を説明するチュートリアルとしては、外部プラグインが関わるとデータ配布の際の説明が面倒になるので、配布データはできるだけ標準機能だけで構成しています。負けプレ。今回のチュートリアルではメガスキャンズを使った 3D 背景、タイルマップを使ったドット絵背景をやってみました。 3D の背景を扱う上で知っておくべき要素として、マーケットプレイスの 3D の背景にキャラクターを置く流れをやってみます。まずマーケットプレイスを開き、無料タブ永続無料コレクションを開きます。現時点では2列目にあるスタイライズドファンタジープロバンツァルを使いたいと思います。フリーをクリック後、ランチャーで開きます。ライブラリの中のマイダウンロードの検索欄でスタイライズドファンタジーと検索、プロジェクトに追加するを選択、アンダーバー 3DBG を指定して追加します。ダウンロード完了後、アンダーバー 3DBG を開きます。スタイライズドプロバンツァルのフォルダの中のマップ図を開き、メインのレベルをダブルクリックで開きます。プロジェクトの状態によりますが、チュートリアル通りに進めている場合は草木が黒く表示されていると思います。これはバーチャルテクスチャという機能が有効になっていないことで表示がおかしくなっているので、プロジェクト設定でバーチャルテックスと検索をかけ、バーチャルテクスチャのサポートを有効化にチェックを入れます。変更すると再起動を要求されるので再起動してください。再起動後、メインのレベルを開くと草木が正しく表示されると思います。ワールドセッティングのゲームモードオーバーライドに BP ゲームモード 2D ベルトをセットして、若干無理やりですがこのままプレイをしてみます。4方向のベルトスクロールの状態だとカメラの変更ができないので融通が利きませんが、一応 3D 空間にドット絵のキャラを歩かせることができました。これをカメラも自由に動かせる状態にしたのが追加で取り込んだ TP スプライトフォルダの中の BPTP スプライトとなっているデータで、試しに BPTP スプライト 2A ガールをゲームモードのデフォルトポーンクラスに指定してプレイしてみます。マウスでカメラ位置を変更して WASD で移動、左シフトを押すと少し早く動くようになっているので歩いてみます。こういうことをしたい人がどの程度いるのか分かりませんが、何かの参考になればと思います。行こアセットデータをプロジェクトに追加する方法をやったので、今度は別のプロジェクトにキャラクターを持っていきたいと思います。マーケットプレイスでスタックオーボットと検索、フリーを押した後、ランチャーのライブラリ、マイダウンロードの検索欄でスタックと検索をし、スタックオーボットのプロジェクトを作成するを押します。名前に5アンダーバー1を追加しておきます。保存先を指定してバージョンは 5.1 であることを確認、クリエイト。ダウンロード完了後、このプロジェクトにキャラクターデータを送ります。1つ目の方法としてフォルダをそのままコピーする方法を紹介します。スタックオーボット Go1 を右クリック、フォルダで開く、コンテントフォルダを開いておきます。次にアンダーバー 3DBG を右クリック、フォルダで開く、コンテントフォルダを開いて 2D アクションと TP スプライトをコントロールを押しながら選択し、コントロール C、コントロール V でスタックオーボット Go1 のコンテントフォルダ内にコピーします。バージョンが同じであることとデータの参照関係に問題がなければこういうコピーも可能です。外部アセットなどを多用していてデータ構成の把握が難しい場合は、データを送りたい側のプロジェクトを開いて、送りたいデータを右クリック、アセットアクション、移行を押すことで関連データを芋づる式に送ることができます。この際も
送り先のプロジェクトのコンテントフォルダを指定します。キャラクターのデータが送れた状態でスタックオーボット Go1 を開きます。以前他人のデータはなるべく複製してから使う方が良いということを言いましたが、 UE5 のワールドパーティションというオープンワールド用の設定がされているレベルは単純な複製をすると正しく複製されないようなので、ワールドパーティションが設定されているレベルは仕方ないのでそのまま使います。試しにプレイするとロボットが操作できる状態になっています。このプロジェクトは背景アセットではなくサンプルゲームプロジェクトなので、キャラクターの差し替えなどをすると不具合が起こる可能性もありますが、少し歩かせて遊びたいだけなので今回はエラーなどは無視します。このシーンにドット絵キャラクターを歩かせるにはワールドセッティングのゲームモードオーバーライドに自作のゲームモードを指定します。試しにプレイします。カメラが動かせる状態であれば自由に動けますが、横スクロールの状態だと表示角度が制限されるので、出来合いの 3D の背景を使う場合は少し工夫が必要になります。 TP スプライトフォルダの中のデータは 3D 空間で歩けるようにしてあるデータが入っているので、こういう表現がしたい場合はデータを確認してみてください。ネクスト。次回は背景編の仕上げとして最初にやれば良さそうなタイルマップの説明をしていきます。 3D の背景の要望が多めだったので先に需要がありそうな方をやっておきました。タイルマップの説明は UE4 の頃にやったこともあるので、前より掘り下げた話をしてみたいと思います。ようやくドット絵の背景